春のセンイルライブで明かされた春の JYP 入社費は本当にしつこすぎた JYP。 春が奥の手に出たけどまさかの合格。爆笑不可避の春と JYP スタッフの奮闘をお届けします。1月23日の誕生日にセンイル動画を上げてくれた春。ともやのセンイル動画もすごかったけど、春もパソコンでプレゼンテーション資料作ってくれちゃってるんですけど、なんなの最近の新人アイドルは2時間近いセンイルライブ配信を韓国語でやり遂げた春。すごいですよね。春の真面目な性格がとってもよく分かったし、ネクスジとネクスティが大好きなことも伝わってきたよ。そんな動画の中でヒュイとの出会い、 JYP へのキャスティング話など、今までネクスティも知らなかったエピソードをたくさん語ってくれたので、詳しく紹介したいと思います。春は2006年1月23日生まれの18歳。 MBTI はリーダーシップに優れカリスマ性がある性格の人が多い ENTJ で、ニジプロのオーディションでもリーダーを務めてきた春にぴったり。また出身は大阪で、たまに大阪弁で話すところも可愛いですよね。趣味は作詞作曲、振り付けを考えることやファッション、ヒップホップ系の音楽を聴くこと。確かに春ってネクスジの中でもおしゃれ番長で洋服大好きよね。ダンスが好きなのは常日頃本人も言っているのでファンも周知でしょうが、歌についてはあまり聞いたことがないですよね。春ってなんでアイドルを目指したのか気になりませんか？なんと今回のセンイル動画で春がアイドルになるまでの話を詳しく紹介してくれているんです。これがまた春ってばなかなかのネタを持ってるんですよ。遡ること2019年の夏、中学2年生の時に出演したダンス大会で JYP からキャスティングをもらったとのこと。ともやもそうでしたが、みんな JYP の練習生になるのはスカウトが多いのかな。ただその時はアイドルという夢はなかったため JYP のキャスティングを断った春。もったいない。その後 JYP の担当者に詳しく話を聞くと、同じダンス大会に出ていた子の一人がすでに練習生になったとのこと。なんとそのもう一人が同じネクスジのヒュイだったそう。すごい奇跡じゃない。ここですでに2人は出会ってたんだ。そしてこの2人に声をかけたキャスティング担当はえぐい。しかし断っても何度も電話をかけてくる JYP。 ダンスに集中したくて電話をしかとしまくる春。アイドルに興味はなくて、僕はダンサーになりたいんですとはっきり断ったにもかかわらず、なんと直接学校にまで来たという JYP 担当者。これってめっちゃしつこいし、本当に春が嫌がっていたとしたら超絶迷惑な話ですよね。一度でいいのでオーディションを受けませんかと言われ、なら一度だけオーディションを受けてみますという流れになり、その日の夜にダンスと歌とモデルみたいな写真を撮って JYP に送った春。果たしてその結果はいかに？当時カラオケに行くのも嫌いだった春が JYP のオーディションで選んだ曲は、なんと日本の童謡ゾウさん。ゾウさんってあのゾウさん、ゾウさんゾウさん、おお花が長いのねのゾウさん。オーディションでゾウさん歌う人なんています？絶対にいないですよね。日本全国世界各国探してもいないですよね。春伝説の男すぎるんだが、しかもゾウさんを歌って JYP に合格したことに大爆笑。春あなたすごいよ。どんだけ上手なゾウさん歌ったのよ。しかし合格したにもかかわらず JYP からの誘いを断った春。これはちょっと JYP がかわいそう。ゾウさんでも OK しちゃうくらい春が欲しかったんだよね JYP は。それほどまでの逸材っぷりだった春がほんとすごすぎる。 JYP をお断りしてから2年後の2021年夏、以前キャスティングをしてくれた JYP の担当者が再度春くんに連絡をくれたそう。中学生の頃のダンサーになるのが夢だった気持ちから少し変化が出ていた春。ダンスを通してより多くの人にいい影響を与えたい、素敵なアーティストになりたいという思いから再度オーディションを受けて JYP 練習生に。これ本当に JYP の担当者が連絡をくれていなかったら春はネクスジの一員じゃなかったのではってくらい奇跡が重なっちゃってません？とりあえず JYP の担当者グッジョブすぎる。それだけ春のインパクトがすごかったんだろうけれど、何度断られても粘り強く誘ってくれたキャスティング担当の方、ネクスティから感謝の気持ちを届けたい。そして2022年1月12日に何も知らないまま韓国へ渡った春。 JYP のダンスレッスンでヒップホップのダンスが全く踊れなくてへこんでいる中、ダンスの見本として前で踊っていたのがなんとともや。この人は練習生のレジェンドかなと思ったそう。多分ともやは教育生だったから見本になっていたんですよね。
それから午前4時まで練習、睡眠は3時間という練習量を友也と一緒にこなしていたそう。春は練習生歴が6ヶ月で、コロナ禍でリモートもあったとニジプロ2で言っていたので、友也ともそんなに絡みはなかったのかと思っていましたが、がっつり一緒に練習していた事実にびっくり。キャスティングされてから JYP 練習生になるまでかなり時間のかかった春ですが、K-POP アイドルに魅力が持てたのは、なんとストレイキッズ先輩の影響もあるらしい。春がアイドルをやっている理由として、最大の理由は JYP にキャスティングされたことだけど、ストレイキッズ先輩の新メニューを見た時に衝撃を受けて、こんな風に感動を与えられるアーティストになりたいと思って JYP に入ったらしいです。スキズ先輩の歌の力は偉大だ。S クラスをカバーした時もチャンビンのラップをリスペクトしていた春。チャンビン好きでも有名ですよね。クラブネクスジの最終回でもチャンビン先輩グッズをもらっていて、毎日出勤前にチャンビンとレカにご挨拶しているようです。オーディションで新メニューを踊っていたのもスキズ先輩へのいろいろな思いがあったからなのか。春がアイドルを目指したいと思ってくれてよかった。本当によかった。ありがとうスキズ先輩。春のキャスティング日は X での反応はどのような感じなのでしょうか。アイドルという夢がなかったから JYP のスカウトを断り続けてた春くん。そんな春くんに影響を与えてアイドルの夢を見せてくれたスキズ先輩に特大の感謝。オーディションからずっと成長する過程での春くんの存在のでかさ計り知れん。アイドルの道に進んでくれてありがとう。歌に自信がなく童謡ゾウさんを歌い JYP に入社した春くん。世界的スタートワイスなヨンさんとコラボステージをするまでになるってどんだけ努力したんだろう。春くんオーディションでゾウさん歌って勝ったの前代未聞だぞ。ねえ、最初はアイドルになる予定なくて JYP キャスティング断った子がその後アイドルになってくれて、パフォーマンスも対応力も高くて誰よりもネクスティ思いなの。どんなチャレドルバカデカ感情。アイドルになってくれてありがとうすぎる。ゾウさんを歌って JYP に合格したことも諦めずに何度も頑張ってくれたキャスティングの人も、2年間連絡を取り続けてくれたお父様、春の意識を変えてくれたスキズ先輩に感謝。ドラマみたいな日は全てにありがとう。みんなしつこく春にアタックしてくれた JYP のキャスティング担当に感謝しまくり、ありがとうキャスティング担当者。春がアイドルを目指すまでにここまで JYP の努力があったとは驚きでしたよね。最近智也や春がデビューするまでの秘話をいろいろ語り出したので、他のメンバーもどんな経緯でニジプロ2のオーディション受けたのかめっちゃ気になる。ぜひとも全メンバーに引き続きお願いしたい。ネクスティが知らない日はぜひぜひネクスジの皆さん投稿をお願いします。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。